ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカのバイデン大統領がウクライナの首都キーウを訪問しました。これまでバイデン大統領は、アメリカにゼレンスキー大統領を招いての首脳会談を行ってきたのですが、今回のように自らウクライナの首都キーウを訪れたのはこれが初めてです。そしてこのタイミングでの訪問は当然のように、対ロシアを意識しての行動です。去年2月24日に本格的な侵略が始まり、そこから1年が経とうとしています。当初ロシア軍はすぐにでもウクライナ軍は崩壊し、ウクライナという国家はあっという間に蹂躙できるだろうという目論見のもとに侵略を開始しました。しかしこの甘い目論見それ自体はヨーロッパ各国にとっても似たような状況で、ウクライナに支援を求められたドイツの外交官が、どうせあなたたちの国はもうすぐなくなってしまうよといったようなかなりの暴言を吐いたことなどもその当時は話題になったものです。しかしウクライナの首都キーウを占領することもできていませんし、ゼレンスキー政権を倒すこともできていません。また第2の都市ハルキウ攻略も失敗していますし、東部戦線においてはウクライナ軍の猛烈な反撃によって多くの占領地域を失ってもいます。そうしたウクライナ軍の反撃を支えてきたのは、ウクライナ人自身のロシアによる侵略を許さないといった心意気もそうなのですが、それを軍事的にも多くの国々が支えてきた事実があります。ですから今回バイデン大統領が今後も支援を継続していくよということをはっきりと示すことは、プーチン大統領の目論見を今後も阻んでいくことをはっきりと示しているわけです。そしてここで一つ問題が残ります。バイデン大統領は事前に何かウクライナを訪れると発表していたわけではなく、事前に発表されていたのは隣国ポーランドにおいて外交を行うことを発表していました。ですからゼレンスキー大統領がウクライナからポーランドへと移動し、そこにおいてアメリカ、ポーランド、ウクライナこの3カ国の首脳会談が行われるのではないかといった話が事前にはありました。そのような事前の話とは全く別にして、バイデン大統領はウクライナを電撃的に訪問したわけです。これによって G7 の首脳でウクライナの首都キーウを訪問していないのはついに日本の岸田首相だけになりました。以前私は動画において岸田首相がウクライナの首都キーウを訪問する予定があるというニュースが流れたことを取り上げました。ただしそのニュースはいついつ行こうかなみたいなかなり具体的な内容まで漏れ出るもので、そんな事前に予定を発表するなんて非常に愚かしいことだということを解説しました。そうした事前に日程が漏れてしまった話については後日談としてニュースもまた出ているので、今回少しだけご紹介しましょう。 NHK 政治マガジン、これは命に関わる話だ、寒さが答える1月下旬の夜、取材にそう答えた官邸幹部。ロシアのウクライナ侵攻から1年、 G7 の首脳らはこれまでに次々と戦地ウクライナを訪れ世界に連帯を示してきた。しかし総理大臣岸田文雄はウクライナ訪問を実現できていない。ただ取材ではこの1年水面下で何度も実現を模索してきたことが分かった。2023年の議長国として岸田の電撃訪問はこれからあるのか。政権内でも賛否が渦巻く訪問検討の知られざる舞台裏に迫る。激怒した岸田。なんで総理執務室で話した内容がすぐ外に漏れるんだ。2022年12月、官邸内で岸田は怒りをあらわにしていた。岸田の年末キーウ訪問を具体的に検討する極秘打ち合わせの一部が外部に漏れたのだ。キーウに行くという情報があるが本当か。官邸幹部らには問い合わせが相次いだ。ウクライナは戦地だ。事前に情報が漏れれば標的になるなど危険性が増すことも懸念される。日本政府として訪問計画を進めるのか先延ばしにするのか、高度な判断が問われた。幻の6月電撃訪問。その半年以上前の2022年4月、イギリスの当時のジョンソン首相がキーウを電撃訪問してゼレンスキー大統領と会談し、追加の軍事支援を約束。その行動力が世界から称賛された。外交の岸田をアピールし、日本として世界に連帯を表明するためキーウを訪問できないか。岸田は夏の参議院選挙も意識しながらそう思うようになっていった。戦後日本の総理大臣が戦地に赴いたことは一度もなく、危機管理上のハードルは高い。訪問のチャンスを伺う中、6月下旬までにフランス、ドイツ、イタリア3カ国の首脳がキーウ訪問を計画しているという情報がもたらされた。ドイツで行われる G7 サミットに合わせた計画だという。岸田も G7 サミットのためヨーロッパを訪れる予定だったため、そのタイミングなら行ける可能性がある。3カ国の首脳と一緒に訪問するという案もあるのではないか。
政府内で政府専用機を隣国ポーランドに着陸させる準備など、具体的な検討が加速した。しかし、日本政府は日程調整面で岸田の極秘の外国出張に対する高いハードルに直面することになる。総理大臣の外国出張には様々な手続きが必要となる。その一つが国会への報告だ。国会開会中に総理大臣や閣僚が外国出張する場合、衆参の議員運営委員会の理事会に事前に報告することになっている。事前の調整も考えると完全に秘密にしておくのは事実上不可能だ。情報が漏れれば、岸田のみならず、同じく秘密裏に準備を進めている3首脳にも迷惑をかけることになりかねない。ゴーサインを出すことはできなかった。6月16日、3人の首脳はポーランドから夜行列車でキーウに到着した。そこに岸田の姿はなかった。年明けからの G7 議長就任が目の前に迫ってくるにつれ、岸田は焦りを感じるようになっていた。ウクライナへの支援は G7 議長国が引っ張っていかないといけない。各国は議長国の姿勢をよく見ている。後ろ向きだと見られると G7 全体の支援が弱くなってしまう。この頃岸田は周辺によくこう話していたという。そして秋の臨時国会の閉会日が近づいていた12月、年末のキーウ訪問の具体的な検討が始まった。2023年の通常国会は1月下旬にも召集の見込みだった。国会への報告を避けるためには、国会閉会中のこの期間を使うしかなかった。想定されたのは岸田の単独訪問。実現のための最大のハードルは安全の確保だった。ヨーロッパ各国の首脳は、軍隊や特殊機関などが安全を確保しながら、ウクライナ訪問を実現してきたとされる。しかし日本は地理的にも遠く、自衛隊についても防衛省は日本の要人の警護のみを目的に海外派遣する明示的な規定はないとしている。その後もなんだかんだと理由をつけて、結局年末のキーウ訪問は取りやめになった。リスクある中、どうする岸田。年が明けて2023年1月、岸田は G7 議長に就任した。日本は国連安保理の非常任理事国にもなった。1月6日に行われた岸田とゼレンスキー大統領の電話会談。ゼレンスキー大統領は岸田にキーウを訪問するよう招待した。諸般の状況を踏まえ検討していきたい。岸田はカメラの前でしっかりと前を見据えて語った。さて、岸田首相も一応はウクライナの首都キーウを訪問しようという話を何度となく検討し、その都度理由をつけて結局やめましたというほとんど意味のない日本がいかにグダグダな政治をしているか、外交政策上においても非常に問題点のある話が NHK の記事として出ていました。まず最初に言っておかなければならないのは、警護上にたくさんの心配事があるというのはまさにその通りなのですが、じゃあ警護上に問題があるからといって多くの国々の首相がウクライナに訪れていないかといえばそういったわけではないわけです。例えばバルト三国のそれぞれの国は非常に人口も少なく軍事力も低く特殊部隊などほとんどいないような状況で首脳らはキーウを訪問しています。そもそも論としてポーランドからウクライナの首都キーウへ向かおうとすれば基本的には列車を使うしかありません。ですからたとえ警護に特殊部隊がいようともミサイルが飛んできて列車が破壊されれば別に大国であろうと小国であろうと関係なくなくなってしまうわけです。そのようなリスクを承知の上で世界各国の首脳がウクライナの首都キーウをこれまでもずっと訪問し続けてきたわけです。そのような事情を考えるとウクライナの首都を岸田首相が訪れないのは彼自身の政治判断が全くできていないことの証拠だと言えるでしょう。また、ウクライナを訪れるその理由というのが、ウクライナに対する支援を行い、はっきりとロシアに対して日本がどちら側の国なのかを表明するためではなくて、日本国内の例えば選挙を意識した外交頑張ってますよアピールのために行くんだみたいな話であれば、私は全くろくでもない話だと思います。紹介した記事にもあるように、日本は G7 サミットのその議長国であると同時に、国連においても非常任理事国のその一角に当たるわけです。ですから、ウクライナの首都を訪問するというのは非常に重要なことです。決して軍事支援ができないからといって行く意味がないなんていうわけではありません。日本がどの立場から外交を進めていくのか、その関係をはっきりと示すことそれ自体が今後の日本の方向性を位置づけるものであり、人道支援しかできないというのであれば人道支援を前面に出して話をすればよいのです。もちろんそれによって軍事支援に比べると経済支援や人道支援しかできないのは残念ながら評価が低くなるなというのはそれは甘んじて受け入れなければなりません。少なくとも現時点において日本の支援のあり方としてはそこまでしかできないからです。
私自身は日本の現在の法律や憲法などで何か障害があるのであれば、どんどんと変えることによって侵略を受けている国に対して兵器供与も含めて支援が行えるような国になるべきだと思っています。日本がウクライナに支援する動機としては、そもそも国連常任理事国が侵略することを許すのか、そしてそのようなことが許される世界を今後も望むのか望まないか、そこがはっきりさせなければなりません。日本の隣国はロシアであると同時に、こちらもまた国連常任理事国で核保有国の中国があるわけです。第二次日中戦争というのは中国による侵略を受けるのが日本側であるという可能性が非常に高い。そのような世界において日本が攻められたって別にあんな国遠いから全く支援する必要ないよね、助ける必要ないよね、侵略なんてあって当然だよねと思えるような世界になってしまうようなことが許されていいのか、そこをまた日本人もまた考えなければなりません。遠い国の出来事だからという話はもはや現時点においては全く意味のないことです。国際社会というのはそのような物理的な距離というのを全く関係なく今は考えなければならない時代に入っているのです。というわけで今回の動画はここまで。アメリカのバイデン大統領がウクライナの首都キーウを訪問しました。そして日本の岸田首相はついに最後の一人となってしまい、今後もウクライナの首都キーウを訪問する予定はありません。さらに言えば、岸田首相は G7 サミットにウクライナのゼレンスキー大統領を招いているという話もあります。自分は行かないんだけれども、戦時下の大統領を自国にだけは招くというこの態度、非常に恥ずかしい姿ではないかなと私は思います。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとぜひともコメント、書き込みよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。